こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、民間機が撃墜され乗客乗員269人全員が犠牲となってしまった、大韓航空機撃墜事件について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。撃墜って、人為的に撃ち落とされたってことよね。事故でもやりきれないのに、悲惨すぎるわ。しかもな、起こるべくして起こった事件じゃないんだ。大韓航空機側には大きな不注意があった。この事件は十分に回避可能だったんだ。これから解説していくぜ。頼むわね。まずは犠牲となった民間機について説明しよう。当該機は大韓航空のジョン・ F・ ケネディ国際空港発、アンカレッジ経由、ソウル市キンポ国際空港行き007便だ。韓国とアメリカを行き来するこの便はチャーター便などの特別な便ではなく、定期便だ。1979年に開設され、この1983年で5年目を迎えていた。これまで何度も飛行していた、定番の便だったのね。ああ。日本人にも多く利用されていたんだ。できれば直行便で日本に帰りたいが、そうすると航空会社が日本航空やパンアメリカン航空となってしまい、高価だ。大韓航空のチケットはかなり割安だった。一旦ソウルまで行ってソウルから成田空港に戻れば、時間はかかるがかなり安価に日米間の移動ができたんだ。むしろソウルに寄れちゃうのってラッキーって考える人も多そうよね。しかも安いなんて最高ね。機体はボーイング747。ジャンボ機の愛称で知られ、4機のジェットエンジンを持つ大型機だ。1983年8月31日、日本時間の13時5分。当該機は大韓航空007便としてジョン・ F・ ケネディ国際空港を離陸した。乗っていたのは運航乗務員3名、客室乗務員20名、乗客246名の計269名だ。なお乗客のうち6名はいわゆるデッドヘッドだ。大韓航空の乗務員で、ソウル市キンポ国際空港での業務を控えており移動で乗っている。007便は80席ほどの空席があり余裕があった。なお乗客246名中、28名が日本人だ。ソウル到着後は130名が成田や香港、台北などへ乗り継ぐ予定だった。乗客の半数はソウルが最終目的地じゃないのね。マリサの言ってた通り、安い大韓航空を経由して渡航費用を抑える作戦なのね。1983年8月31日、20時30分。何事もなくアメリカ合衆国、アラスカ州のアンカレッジ国際空港に到着。燃料を補給し50分後にはソウルに向けて出発予定だ。ところが、出発は少し遅れた。この日は航路である太平洋北部の向かい風がいつもより弱かったんだ。コンピュータで精密に計算した結果、普通に飛ばせば到着予定だった9月1日朝6時より47分も早くソウルに到着してしまうことが分かった。早く到着すると何か問題あるの？一般的にはフライトが短く済んで早く着けるってかなり良いことだと思うけど、キンポ国際空港は朝6時に空港サービスを開始する。早く着いても着陸できないんだ。それは大問題だわ。007便は出発を約40分遅らせた。22時ちょうどにアンカレッジ国際空港を離陸する。飛行時間は7時間53分を予定。269人の乗員乗客はもちろん、これから待ち受ける運命を知る由もない。当時は半月が出ていた。天候も良く、この時点ではフライトに対する懸念は何もなかった。パイロットは疲れてないの？ニューヨークから飛んできて、このアンカレッジでは2時間足らずで出発でしょ？確かに、大韓航空では長距離のフライト後は10時間以上の休息が義務付けられていたんだ。よって運航乗務員の3人は同じではない。12時間以上たっぷり休息を取った3人にここで入れ替わっている。しかも皆ベテラン揃いだった。40代の機長、副操縦士は航空機の運転経験で言うと20年を超えている。頼もしいわね。22時ちょうど、アンカレッジ国際空港の北向きの滑走路から離陸。とうとう出発してしまったわね。これが飛行ルートだ。ほとんどの時間は北太平洋だな。最後に日本の東北地方を横断して朝にソウルに着く。すごくシンプルなコース取りね。滑走路はほぼ真北の320度だ。離陸直後、アンカレッジ国際空港の地上管制から指示。220度へ方向転換し、3万1000フィートへ上昇せよ。離陸から23秒後、007便は早速左旋回を開始。110秒かけて指示通り220度の方角を向いた。一方、3万1000フィートへの上昇はそんな速さではできない。30分ほどかかるだろう。まだまだ上昇中だ。続いて22時2分、アンカレッジから追加の指示が飛ぶ。可能であればウェイポイント、ベセルへ直行すべし。
と指示があった。ウェイポイント？ベセル？これ何を言われたの？地上や海上にはいくつもそこを通りなさいという地点があるんだ。それがウェイポイント。その地点を経由することで飛行機は同じルートで飛べるんだ。この007便は北太平洋に5本存在する航路のうち最も北、ロメオ20という名称のルートで飛行することがあらかじめフライトプランで申請されていた。すぐ北がロシア、当時だとソビエト連邦の領土ね。ロメオ20のルートでは7つのウェイポイントを通過する。通過時は高度や気象、残り燃料や次のウェイポイントまでの到着予定時刻を地上管制に報告する決まりだ。管制官の指示は、最初のウェイポイントベセルへ向かえということだ。そしてそこまでの航路は各機に任されていた。航路が重なりそうな別の飛行機とかも近くにはたまたまいなかったんでしょうね。指示を受けるとパイロットはオートパイロットを設定した。指定した方角にひたすら飛び続けるヘッディングモードの設定を選んだ。方角は245度だ。設定すると007便は最大17度に傾いて旋回を始めた。220度だった進路はやや北を向き、245度に。17度の傾きは常用範囲内のバンク角で全く問題ない。進路を変えたのね。245度の方角を進むのがベセルってウェイポイントへの最短コースなの？最短というより定番のコースだ。ロメオ20に入るまでの間、一旦ジェットルート J501 と呼ばれるコースに乗るため245度の方角に進んだんだろう。この時点ではまだ何も007便に間違いはなさそうね。この機長はもう83回もアンカレッジソウル間の飛行経験があった。って慣れていた。22時14分、007便が離陸して14分後。アンカレッジ国際空港を離陸する飛行機があった。大韓航空の15便だ。目的地は007便と同じくソウルだ。前後に並ぶ格好で、大韓航空の2機がアンカレッジからソウルへ向かったのね。この辺りで007便にミスがあったようだ。ベセルへ向かうにはオートパイロットを設定変更し南向きにコース修正する必要がある。しかし007便はずっと220度の正規ルートよりやや北向き、245度の方角を維持してしまっているんだ。撃墜されるまでこの先もずっと進行方向は変わらない。この時点でパイロットが設定変更しなかった理由だが、はっきり言って不明だ。とりあえず話を続けよう。ここで正しいのは後続の15便のようなルートだ。最初は007便よりさらに北向きに飛んでいるが、しっかり南向きにコース修正している。なお、図の時間は標準時だから日本時間は9時間足してくれ。進む方角が違ってて、離陸55分ぐらいのところで緯度が逆転しちゃってるわね。22時27分。007便がカイルン山を通過。ここでアンカレッジ国際空港が管理する監視レーダーの監視が終了する。制度的にレーダー圏外になるんだ。まだ離陸して30分足らずね。飛行機の位置取りってこれぐらいの距離しか追えないもんなのね。当時はな。以降はパイロットから音声で報告される位置情報が頼りだ。音声だけはやり取りできる。中継ポイントを経由してな。このレーダーアウトのタイミングで地上管制にも失敗があった。さっき、007便は変えるべき進路を変えてないって言ったよな。このカイルン山の時点ではコース逸脱の直線距離、なんと、11km。そんな離れちゃってるのね。ああ。北に11キロの逸脱。それをアンカレッジの管制官は知っていたらしい。コースを逸脱してることは007便のパイロットに伝えてあげたの？いや、伝えていない。なんと、監視レーダーのサービス終了時に管制官がコース逸脱を伝える義務はなかったんだ。いやでも知ってたんでしょ？安全運行が仕事なんだしとにかく伝えるべきでしょ。だよな。アンカレッジの地上管制は常時録音されている。007便に警告しないと。という音声が残されており、なぜ伝えなかったんだと事件後に FBI の捜査が入った。しかし録音された音声はやや不明瞭だった。007便のコース逸脱を管制官が認識していたか、しっかりと立証することはできなかったんだ。こうして少しずつ007便は予定の航路を北にずれていった。この頃だ。報告書によると、警告がなかったにせよ007便パイロットはこの時オートパイロットの設定変更を試み、したつもりになったのではと言われている。したつもりになったってどういうこと？設定に失敗したの？このルートで主に使われていたオートパイロットは INS、管制後方と呼ばれるものだ。ヘッディングモードからこの方式に切り替える必要があった。これは設定するとどう飛んでくれるの？登録してあるウェイポイントの緯度経度を目指して飛ぶんだ。中間ウェイポイントも設定できるので、一旦 INS のオートパイロットにちゃんと切り替えできたら7つのウェイポイントを飛ぶ間は全自動で行けるんだ。ただし条件があった。
切り替えが成功するためには INS に登録したロメオ20のルートにある程度時期がちゃんと載っている必要があるんだ。具体的には14キロ。INS 設定ルートから14キロ以上離れたところで切り替え操作すると INS に切り替えたつもりが実際は切り替わっていない。カイルンさんのあたりでもう11キロの誤差だったわね。ああ。このあたりがルート誤差14キロだ。ここまでに操作していれば INS モードにちゃんと切り替わっただろう。でも切り替え操作の結果がどうだったか、今どのモードで飛んでいるかってコックピットではわからないの？もちろんコックピットのモニターで確認可能だが手慣れた007便パイロットたちは確認を怠った可能性がある。オートパイロットのモードを切り替えたつもりになっている、怖い状況ね。今後、何かで気づけばいいけど、22時30分頃、目標高度だった3万1000フィートに到達。後続の15便は3万3000フィートだ。うっかり追いついても衝突しないよう若干ずれている。22時49分、007便はアンカレッジ地上管制に更新。ベセル上空を通過。次のウェイポイント、ナビエは23時半頃到着するだろう。と報告した。ベセル上空を通過？コース、ずれちゃってるんでしょ？戻ったの？ずれている。これを見てくれ。007便はさっきよりさらに北を進んでしまっている。レーダー圏外になった時は11キロのズレだったが、このベセル再接近時、誤差は22キロに開いていた。なお後続の15便はしっかりとベセル上空を飛んでいる。なんで22キロもずれてるのに OK ってことにしちゃったの？ 007 便のパイロット、異常と思わなかったの？ここでパイロットが確認したのはベセルとの直線距離だ。ベセルにある多感、距離測定装置で時期との距離を測定しコックピットに表示できるんだ。問題は、北へ22キロを大きな逸脱と見るかどうかだよな。007便パイロットが判断を歪めてしまった要素として次の3点が考えられる。1、そもそもベセルとは距離がある。ベセルをドンピシャで通過してもコックピットの表示上、距離のズレはゼロってことはないんだ。高度3万1000フィートを飛んでいる以上、ベセルのぴったり直上を飛んでも007便のモニターにはベセルとの距離 5.1 海里が表示される。まあぴったり直上ってことはあまりないよな。だから普段から十数キロのズレは当たり前なんだ。しかも多間は直線距離を測定する。今回は北に22キロそれたが、誤差は22キロプラス 9.5 キロじゃない。直線距離としてのズレは25キロぐらいだった。普段でも十数キロが表示されるのね。それが25キロと表示されて違和感を持てるか、確かに微妙ね。パイロットがベセルとの距離に違和感を持てなかった理由その2、飛行速度だ。007便は時速900キロで飛行している。これは秒速250メートルだ。距離確認の実行が数秒ずれただけでベセルとの距離のずれは数キロも広がってしまう。1分だと、15キロも飛んじゃうのね。その距離感だと数キロは誤差の範囲かもしれないわね。最後に3、オートパイロット INS とはそもそもわずかに誤差のあるシステムだったんだ。INS は現在地と目的地をセットすると、機内に搭載された加速度センサーや方角センサーを使って時期の位置を常時把握しながら目的地へ飛ぶんだ。完全に機内で完結しているシステムであるため電波妨害の影響を受けないなどのメリットはあるが、搭載されたセンサーの誤差はゼロではない。飛行距離が伸びるほどどんどん誤差が大きくなる。1時間も飛べば数キロずれるのが当たり前、という精度のシステムだったんだ。もっと正確に誘導してくれないの？外部からの電波とかで。ない。まだ GPS がない時代だからな。せいぜいあるのは離着陸のための電波誘導装置。それも空港周辺でしか使えない。まあ INS が不正確って言っても1時間で900キロ飛んで数キロの誤差で収まるのは十分実用的だしすごいことなんだぜ。以上それら3点の理由により、当時ベセルとの直線距離は25キロ前後の数字が表示されたと思われるが、これはパイロットの感覚上はほぼベセル上空だ。ってことは自動操縦は INS にちゃんと切り替わってるし、その設定も間違いない。だからちゃんと誘導されてきた、とパイロットは確信してしまったと思われる。もう少し大きな誤差になって現れてたら判断は違ったんでしょうね。ああ。220度の方角に進むはずが245度。そして離陸から49分後のウェイポイント、ベセル。もっと極端に方角がずれてたり、確認ポイントがもっと遠くで誤差が広がってたりしたらパイロットは違和感を持てただろうな。とにかく結果的にパイロットは安心しきってしまった。もう目的地の近辺まではオートパイロットに任せてほったらかしで行けるだろう、という気持ちだ。実際に起こっているのは進路の逸脱、オートパイロットの切り替えミス、ベセル上空の普通化だ。007便、気づいて。なお話が変わるが、この22時49分のベセル報告の直前まで地上のレーダー施設でも007便のコース逸脱を捉えていた。
あれ？アンカレッジ国際空港のレーダーはもうレーダー圏外になっちゃったはずよね？キングサーモンにあるアメリカ空軍のレーダー施設だ。ベセルの直前までレーダー圏内で、22キロのコース逸脱をしっかり捉えていた。ずれてるって、007便には報告したの？アンカレッジ国際空港の管制と同じだ。警告していない。アメリカ空軍は民間機のコースを監視する義務はなく、交通管制に口出しする管制権もなかったんだ。とはいえたった一言伝えるだけでこの後の大惨事を防ぐことができたかもしれないのに、本当に残念だ。こうしてアンカレッジ管制は警告せず、アメリカ空軍も警告せず、007便自身も気づかない。どんどん007便は航路を北にずれていく。こうしてベセルから1時間飛行した。23時44分、次のウェイポイントナビーに到着。とは言ってももう誤差はとんでもなく広がり、後の調査でナビーの111キロ北を飛んだことがわかっている。111キロってもう誤差で済まされないわよ。ここでは改めてしなかったの？時期とナビーとの距離確認とか。さすがに111キロって出たらパイロットも青ざめて気づくでしょ。このロメオ20という航路は非常に怖いコースだったんだ。すぐ北はソビエトだ。コースを外れた時の怖さはあった。しかし、ウェイポイントの一つ目がベセル。陸地にある。設備があって距離測定可能だ。2番目のナビー、これは陸地か？海ね、島でもないみたいね。単なる海ね。続いて3番目のウェイポイント、ニーバ。ここも、何もないわね。あと4つ。北西にあるバカでかい半島はソ連領、カムチャッカ半島。その近くを通る。4番目のウェイポイント、日比。以降、もう大体わかったよな。この辺が日本近海だ。ノッカ、ノホ、ナ区。ベセル以外、全部海上だわ。そうだ。ナビ以降は飛行場の目安に過ぎないんだ。ウェイポイントと指定されているがそこには何もない。単に、アルイド、経度の地点に名前がついているだけだ。多管などの電波施設もないから時期との距離確認はできない。この飛行ルート、最初のベセルで位置確認の判断を誤ったら以降は修正するタイミングがないのね。ああ。パイロットが必ず位置確認するのはベセルだけだ。だからベセルにおける INS に切り替わっているかの確認、INS の誘導が正しいかの確認は本当に重要だった。本当にいろんな要素が重なっていたのね。リカバリが聞きにくい航路、近いソ連領、関係者の連絡不徹底、パイロット自身の判断ミス。ただベセル以降、位置確認の手段が全くないわけではなかった。ナビーの250キロ南にある島、セントポール島。ここには距離測定装置があった。ナビーとの距離測定は無理だがセントポール島との距離は測定できるんだ。だが距離測定用の電波には精度的な限界がある。これが距離測定装置の使用可能範囲だ。え？ 007 便は範囲外にいるわよ。どの道これじゃ使えないわ。ああ。コースを逸脱している007便は使用不可能だな。だがナビーのあたりは距離測定装置の圏内にあるんだ。通常のコースを飛んでいれば使用可能なはずだった。つまりセントポール島との距離を測定しようとした場合、007便は測定エラーの結果を得ることで北にコースを逸脱していることを知ることはできたんだ。ベセルとの距離に少しでも違和感を持っていれば改めてこのナビーのあたりでセントポール島の距離測定装置と交信しようとしただろうな。そしたらコース逸脱に気づけたってわけね。007便パイロット、何も怪しんでないのね。そして007便は次のウェイポイント、ニーバに近づく。全くコース逸脱には気づいていない。このままだとカムチャッカ半島に侵入しそうだ。ロシア、っていうかソビエト連邦の領土、これは本当にまずいわ。ここで007便にとってとんでもなく不運な出来事が起こった。この日、先行してカムチャッカ半島に接近する軍用機があったんだ。それはアメリカ空軍の偵察機、RC-135だった。たった1機で極秘の偵察飛行をしていたんだ。なんでアメリカ軍の偵察機がここに？当時は冷戦と呼ばれた時代だ。アメリカ、ソビエト連邦はどんどん核武装を強めておりいつ軍事衝突が起こってもおかしくなかった。カムチャッカ半島には複数の軍事基地がある。アメリカ軍は敵軍事基地の通信内容の傍受、戦闘機数の確認といった情報収集を日々行っていたんだ。日付が変わって1983年9月1日0時22分、ソビエト連邦のレーダー基地がカムチャッカ半島東部の海上でこのアメリカ軍機を捉えた。過去と同様の出現位置や動きであるためソ連軍はすぐアメリカ軍機と断定。警戒を強める。いつでも飛び立てるよう迎撃戦闘機がスタンバイする。陸から22キロまでがその国の領空だ。アメリカ空軍 RC-135 は領空侵犯ギリギリのところを動かない。この後1時間以上もぐるぐる旋回しずっと情報収集する。そこへやってきたのが007便だ。
0時51分、ソ連軍のレーダーに捕捉された。危ない、たまたまアメリカ軍とソ連軍がピリピリしてる中でやってきたのね。ああ。しかもアメリカ空軍 RC-135 とほぼ同時刻、同一地点だ。007便はカムチャッカ半島を領空侵犯しようなどと夢にも思っていない。日本を横断するまでオートパイロット任せで飛んでいた。0時53分、007便パイロットはアンカレッジにウェイポイント、ニーバ到着を報告しようと試みる。しかし電波に乱れがありお互い声を聞き取れない。仕方なく007便パイロットは15便にニーバ到着を知らせ、15便が代わりにアンカレッジに報告した。そのやりとりの際007便はリラックスした様子だったという。ソ連への接近に気づいてないのね。しかもウェイポイント、実際は全然ついてないでしょ？ああ。007便はニーバの北296キロを飛んでいた。INS に切り替わっていないが、INS の計算は有効だったんだ。たとえ実際にはやたら遠くても、INS はニーバに再接近したタイミングを計算で検知しパイロットに到着を告げてしまっていた。なお、ニーバ通過時もセントポール島と同じ状況があった。ニーバの南東にある島、シェミア島。ここにも距離測定装置があったんだ。使用するにはやはり、ロメオ20のルートに乗っている必要がある。もし007便が使用しようとすれば電波圏外と分かりコース逸脱に気づくことができた。気づいて、007便。007便はカムチャッカ半島に接近しても全く進路を変えない。1時30分頃、限界態勢にあるソ連の領空に堂々と侵入した。最悪の状況だわ。領空侵犯を受けカムチャッカ半島のソ連空軍基地から4機の戦闘機が緊急発進。007便の元へ向かった。007便は RC-135 とコンビで飛ぶアメリカ空軍機と認識されてしまっていた。もうダメだわ。ところがソ連軍の対応も完璧ではなかった。4機のソ連軍迎撃機は007便とまるで異なる空域を探した。007便に全く接近できず、取り逃がしてしまったんだ。助かった？原因はわからない。ソ連軍のレーダー精度が悪かったのか、迎撃機への指示、情報伝達が悪かったのか、パイロットの操縦の問題なのか。2時6分、007便がカムチャッカ半島を出る。ソ連軍機も諦めて基地へ引き返していった。ここは完全に逃げ切った。なお2時前にはアメリカ空軍 RC-135 の方もカムチャッカ半島を離れている。なんか知らないけどとにかく助かったわね。最悪の事態は一旦避けたが、いいことばかりではないぞ。このカムチャッカ半島横断時にまた一つ、007便はコース逸脱に気づくチャンスを見逃していたんだ。007便には高性能な気象レーダーが搭載されており、100キロ以上先まで天候や地形を探索してコックピットに画面表示することができたんだ。カムチャッカ半島横断時にこの機能を使っていれば、通るはずのない巨大な大陸を通過していることが分かりコース逸脱に気づくことができただろう。悪天候で雨雲を避ける時などによく使われる機能だ。この日は天候が良かったのもあるが、使われることはなかった。アメリカ偵察機の出現とか、天候とか、どんだけ不運が重なってるのよ。ソ連領空脱出直後の2時9分、007便は日記通過を報告。ここから通信担当はアンカレッジから羽田空港の東京国際対空通信局に切り替わっている。2時27分、カムチャッカ半島のソ連空軍基地からカラフト島のソ連軍司令本部へ報告。カラフト島に向かう RC-135 と思われる機体があることを伝えた。今度はカラフト島を横断してしまうのね。怖い時間が続くわね。まだ RC-135 というのは家庭の機体名だ。ソ連とて、アメリカ軍偵察機と同一時間、同一地点に現れた正体不明機というだけで即撃墜したりはしない。2時29分、カラフト島のソ連基地はまず当該空域にソ連の輸送機や軍用機がいないことを確認した。その確認により他国機の侵入は明らかになった。2時36分、カラフト島に数カ所ある全ソ連基地が限界態勢に入った。2時42分、ソコル航空基地から3機、スミルヌイフ航空基地から1機の迎撃機が緊急発進。あと30分ほどで正体不明機はカラフト島に侵入するだろう。カラフト島は縦に細長い。正体不明機は時速900キロで飛行しており領空侵犯後10分かからず横断し航海上に出てしまうだろう。ソ連はソ連で難しい対応を迫られていたんだ。航海上で捕獲や撃墜してしまうと非難を浴びるだろう。領空侵犯されている数分の間しか対処のチャンスがない。4機の迎撃機は急いで007便の元へ向かった。領空侵犯される前に不明機の正体を掴んでおきたい。その頃の007便、2時54分からボイスレコーダーの音声が残っていた。音声によると3人のパイロットは実にリラックスしていた。眠そうにあくびをしたり休日の過ごし方を話したりしている。
自分たちが冷戦下の対立国を無許可で横断していたとはまるで気づいていない。3時5分、ここが007便にとってコース逸脱に気づく最後のチャンスだった。15便と通信し、向かい風の状況について話していたんだ。007便は風速8メートルの向かい風、15便は風速18メートルの追い風を受けている、とお互い話した。風の状況が全然違う？ 15 便は007便のわずか4分後ろを飛んでおり、同一コースであれば風の状況がこれほど違うというのは考えにくい。007便のパイロットもさすがに驚いた。これコース逸脱に気づきそう。だがなぜか事前のフライトプランで示された風の状況にぴったり合うのは007便の方だった。君はフライトプラン通りだよ、と15便パイロットに言われ007便パイロットはそれで納得してしまった。フライトプラン通りじゃないのは15便の方だったのね。でもそれはそれで怪しみなさいよ。ここで一旦両機は通信を打ち切る。007便ではまた雑談が始まり、あくびをかく音も何回も記録されている。また領空侵犯しそうになってるのに。ソ連軍機、この時も007便を探すのに手間取る。3時8分、4機のうち1機だけが007便を発見した。あと10分でソ連領空に入るタイミングだ。不明機が RC-135 であれば機関砲なども装備している。あまり接近はできない。5キロほど距離を取って不明機、007便の様子を探る。この距離では不明機は2、3センチサイズの点にしか見えない。それでもソ連軍機パイロットは不明機を目視し正体を探った。戦闘機のパイロットなら目はいいんでしょうね。でも5キロも離れたところから見てわかるもんなの？最も大事なのは機体の形状だ。また、エンジンから出るジェット気流の本数がわかればエンジンの搭載数からも機体は絞り込める。また客室に小窓があれば旅客機の可能性が高い。小窓がなければ、軍用機や貨物機と推定できる。ソ連軍機パイロットが確認した結果、暗くて何も見えなかった。そんな、当時は一応半月だった。しかし時間的に真っ暗で機体の形状やジェット気流の本数まではわからなかった。迎撃機のレーダーを最大感度に上げたりもしたがやはり機体の形状まではわからなかった。ジェット気流の本数がわからなかったのは少しラッキーだった。007便のエンジンは4機で、さっき現れた RC-135 と同じなんだ。軍用機 RC-135 と決めつけられるような事態は避けられた。窓がたくさんあるから旅客機っていう判断はできなかったの？客室内の光が漏れて窓が光ってるでしょ？深夜の長距離便だ。その時間、不運なことにほとんどの窓はシェードが降りていて窓がないように見えた。旅客機ではないと誤認する判断材料になってしまった。一方で、航空灯や衝突防止灯は派手に点灯している。作戦行動中の軍用機であれば点灯しているはずがない。これは逆に民間機である可能性を強めた。決め手にかける状況ね。ソ連軍機、007便をミサイルでロックオンする。これは撃墜の準備であると同時にロックオンされた側の動きを見て不明機の正体を探っている。しかし単なる民間機である007便はロックオンを探知できず何ら飛行の様態が変わることはなかった。まだソ連側は正体をつかめない。普通に、話し合いとかもできないの？戦闘機と民間機って通信できないの？可能だった。国際緊急周波数と呼ばれる共通の周波数で通信できた。しかしソ連軍パイロットは通信を試みていない。ソ連軍迎撃機の使用上、通信回線は一本きりなんだ。国際緊急周波数に切り替えると司令本部との通信が一時的に遮断されてしまう。この時迎撃機は司令本部と頻繁にやり取りしており、司令本部との通信を遮断するわけにはいかなかったんだ。とはいえ国際緊急周波数での通信を試みなかったことはソ連側の大きな過失として後に糾弾されることになる。この時、ソ連軍の司令本部は迷っていた。民間機かもしれない。いや軍用機だ。カムチャッカ半島も越えてきているんだ。ソ連軍にとって最悪なのは正体不明機が軍用機で何もできないまま公海上に出られてしまうことだ。この冷戦下、他国に情報収集を許すことはできない。3時17分、007便がカラフト島の領空に侵入。ソ連はとうとう決断する。撃墜命令を出した。わからないから落とすしかないという理屈だ。なんでよ、もうちょっと柔軟な手段なんかあるでしょ。ところがすぐ撃墜命令は撤回される。ソ連軍司令本部も相当迷っていたようだ。代わりに下されたのは、強制着陸の命令だ。カラフト島の基地に不明機を着陸させるよう誘導するんだ。3時19分、ソ連軍機は007便に接近。航空灯を点滅させ、翼を振って存在をアピールした。これ見えるの？ 007 便の横とか前までは行ってないの？行ってない。すぐ本部から撃墜命令が出るかもしれない。
後ろから攻撃する状況を考えると前に出れない、との主張だ。迎撃機のアピールに対して007便は全く気づかない。東京管制官と飛行高度の調整について話していた。3時21分、司令本部から迎撃機へ威嚇射撃の命令が出る。もうカラフト島を半分過ぎていた。ソ連側は時間がない。迎撃機は鉄鋼弾を、007便の前方に向けて発射。毎秒100発という速さで発射される。200発以上撃って007便にアピールした。この時使われた鉄鋼弾は単なる実弾だ。本来威嚇射撃として用いるべき栄光弾ではない。発砲しないので007便が気づくはずもなかった。本来、スクランブル発進する警戒機には栄光弾を搭載し通常の戦闘機には鉄鋼弾を搭載すべきだ。ソ連にはその区別がなく通常の戦闘機が警戒を兼務していた。この栄光弾の不使用も後に大きな過失として各国から糾弾されることになる。威嚇射撃直後の3時22分、この緊迫した状況において007便は最悪の行動をとってしまった。高高度の方が空気が薄く燃料が節約できる。この数分前から007便は高度の変更を東京と相談しておりたまたま威嚇射撃直後に上昇を開始したんだ。上昇すると何かあるの？飛行速度が落ちる。坂道を自転車で登った時と同じだ。33,000フィートから35,000フィートへと上昇。それに伴い飛行速度は時速900キロから530キロまで落ちた。これがソ連軍機の目には単なる燃料節約のための上昇とは映らなかったんだ。威嚇射撃を受けた軍用機が、背後にいる我々ソ連機をかわすために急減速したんだろう、と敵対行動として受け止められた。実際に、上昇して機体を減速させるのは追っ手の追尾を外すための有効なテクニックだった。現に007便の上昇、減速を受け、背後についていたソ連機は007便に追いついてしまった。3時23分。007便はカラフト島の陸地を越え海に出るところだ。ソ連軍司令本部は決断を迫られていた。そこに届いた、不明機の上昇急減速の報告。司令本部はこれを逃走行為と判断。決定的な確信がない状況で、とうとう撃墜命令を下してしまったんだ。そんな、ソ連軍機は減速し、再び007便の背後についた。3時25分31秒、007便がソ連領空を抜けるギリギリだ。武器の選択。臨機応変に使い分けていたようだ。ほんの少しの状況の違いで、機関砲が使われた未来もあったように思える。もし機関砲が使われたら、不時着できた可能性もあっただろう。この時はミサイルが選択されてしまったんだ。この時、両者の距離は8キロから11キロ。スホイ SU-1 号戦闘機より対空ミサイル発射。R98 という対空ミサイルだ。まず1発。その2秒後、さらに1発。とうとう攻撃された。007便は時速約400キロ。ミサイルは時速2000キロの速さで007便を追う。発射から着弾まで30秒だった。このミサイル2発は性能が異なる。1発は胴体に反応するセミアクティブ誘導式。機体最後部の補助エンジンのあたりで爆発した。もう1発は熱探知式。左エンジンの熱を追って飛行し左ウイング付近で爆発した。2発とも命中してしまったのね。当然、007便はロックオンのレーザー照射もミサイルの接近も探知できない。爆発が起こって初めて異変に気づいた。日本時間、3時26分1秒に爆発。何が起きた？なんだ？爆発から数秒後、機体に振動があったかと思えば、突然操縦不能になった。その状況を受け、まず驚いている。エンジン出力戻せ、エンジン正常、確認。まずはエンジン出力を落とした。そして爆発の10秒後にはもうチェック作業をしている。4機のエンジンに問題がないことを確認した。一発はエンジンのところで爆発したのに、エンジン無事だったの？ああ。そのミサイルの影響は現時点では軽微だった。すぐ操縦に影響を与えたのは機体後部で爆発したもう1発だ。後部の爆発により、機体の油圧システムの4系統のうち3本が破壊された。つまり姿勢を制御するための可動力がほぼ操作不能になった。こうなると機体は旋回や上昇、降下が自由にできない。爆発前の上昇姿勢を直すことができず、機体は爆発後も上昇を続ける。着陸ギア、出せ。その対応が、爆発13秒後の発言。着陸用のタイヤを出して空気抵抗で高度を下げようと試みた。できる中で最大限の対処をしている。しかも判断が早い。007便のパイロット、腕は良かったのね。高水逸脱に気づかなかったのが本当に悔やまれるわ。次、爆発から21秒後以降の音声。ずっとコードのやり取りが続いてるわね。舵が効かないしコードは上昇し続ける。
何が起こったのか全く理解できない、意味不明な状況だっただろう。しかしもうスピードブレーキの操作も終わってるようだ。反射的に体が動いたんだろうな。経験値の高さを感じるぜ。上昇するにつれ速度が減速し、上昇はだんだん緩やかになっていく。爆発から30秒ほどで釣り合いの位置が来た。機体は爆発前の35,000フィートから上昇し、最大38,250フィートにまで到達した。以降はゆっくりと高度を下げていく。高度が下がってきた頃、東京管制に連絡。状況を報告している。聞き取れないって言われてるわね。もう本来の飛行ルートより500キロも北だからな。電波が弱すぎる。爆発の影響もあるのかもしれない。なお東京管制とのやりとりはこれだけだ。のんきに話す余裕はなかった。この場面、急減圧の対処が最優先だったんだ。急減圧って？どうやら爆発で機体後部に穴が開いたようなんだ。機内の空気が漏れ出ている。空気が出ると問題あるの？宇宙空間じゃあるまいし、外の空気が入るだけでしょ？機内の空気と外の空気は違うぞ。機内は地上にいる時のように高い気圧に保たれているんだ。外の空気と完全に入れ替わってしまったら約3万フィートの空気、これは地上の3分の1の薄さだ。酸素量も3分の1。長時間吸うと低酸素症で命に関わる。よって山に当たるほど低くなく低酸素症になるほど高くない1万フィートへ降下するよう発言したんだ。1万フィートの空気ならしばらく吸っても問題はない。3時27分46秒、ボイスレコーダーの記録が終了した。墜落したからではない。爆発の影響でレコーダーの電気ケーブルが断線したんだ。以降の007便コックピットの会話内容は不明だ。管制と交わした会話があれば管制側で継続して録音されるが、以降の007便は一度も東京管制と交信していないんだ。東京管制側は何度も呼びかけたが007便が応答していない。最後、どうだったのかしら？コースの逸脱とかソ連機の攻撃には気づけたのかしら？爆発からボイスレコーダーが切れるまでの1分半の間は気づいてないな。おそらくこの後もわからないまま、だったと思うぜ。以降、数分間007便は飛び続けた。やがてミサイルの影響か、左エンジンの出力が下がる。右エンジンの出力の方が大きく、機体が右上がりになる。この姿勢を正すための可動力は油圧システムの故障で動かない。機体は降下しながらどんどん左旋回を強めていった。そして3時38分、爆発から12分後、007便はモネロン島の北東でレーダーから消失した。とうとう墜落してしまったんだ。パイロットの方、やれることは全部やってたようね。12分間も持たせたのもすごいと思うわ。でもダメだったのね。フライトレコーダーの記録が途切れたためどのような形で最後を迎えたのかはわからない。ダメージを負った左翼がもげて空中分解した可能性もあるし、形状を保ったまま着水した可能性もあった。ただ、これから説明していくが、今後の海中捜索で見つかる機体の部品は大きくても数メートル。バラバラになるほど大きな力を受けて海面に激突したようだ。乗客乗員269名のうち、一人も助からなかった。たった一人も？悲しすぎるわ。ここまでが大韓航空7便の墜落までの話だ。ここからも、決して簡単ではなかった。機体の捜索活動について説明していくぜ。頼むわね。東京管制は30分以上007便に呼びかけ続けるが応答はない。朝4時頃、アンカレッジや金浦空港、防衛庁といった関係各所に007便との交信不能を報告した。5時半、東京管制はいよいよソ連のハバロフスク管制に連絡。行方不明の007便の情報があるか問い合わせた。ソ連からの回答はすぐには来なかった。待つだけとはいかない。28人もの日本人が乗っているんだ。6時、海上保安庁が捜索活動に乗り出すことが決定された。ソ連に問い合わせてから1時間20分後の6時50分。ソ連ハバロフスク管制からの返答があった。007便の情報は全くないと言っていた。いやソ連は絶対知ってるでしょ。でも軍が勝手にやったから本当に知らないのかしら。ソ連はこの時、混乱していた。最初は撃墜の成果を喜んでいたんだ。アメリカ軍機はこちらが近づくとすぐ引っ込む。とうとう1機撃墜してやったぞ。ってな。現に007便を撃墜したパイロットはこれまでの10年でなんと1000回以上も迎撃のため緊急発進させられており、何の成果も上がらない鬼ごっこにうんざりしていたんだ。喜びもつかの間、なんと相手は民間機だという。なぜ撃墜した？どうしてソ連領を飛んでいた？威嚇射撃したのか？どこに落ちたんだ？ソ連では最初は縮小ムードだったがすぐ緊迫した空気に変わったようだ。結果的にソ連から墜落の情報は得られなかったのね。捜索範囲、広すぎるわよ。
ソ連の情報なしで日本は探しに行けるのかしら？ 007 便の足取りを掴んでいたのは樺太島のソ連軍基地や迎撃機だけではなかった。日本の北海道や東北のレーダー基地でも確認されていた。それどころかソ連軍迎撃機パイロットのミサイル発射、撃墜確認。といった音声やソ連軍司令基地側の音声までも自衛隊は捉えていた。そこまで筒抜けになってるなんて、自衛隊の通信能力ってすごいのね。墜落地点の情報は防衛庁から海上保安庁に伝達される。9時50分、まず2隻の巡視船が墜落現場へ向けて出発した。現地までは4時間を要した。11時50分、日本の巡視船が現場付近の海域に到着する。そこではすでにソ連が捜索活動を開始していた。5隻の艦船や漁船のほか、複数の航空機が辺りを旋回していた。日本船が接近すると進路を妨害され、通行禁止を意味する信号旗が振られる。とても接近できない。重々しい空気が漂っていた。ソ連は、自分たちで捜索したかったのね。証拠隠滅とかされそうね。怪しいわ。自らの失敗を隠蔽したいという後ろ向きな理由もあったが、ソ連は攻勢に出られる可能性も考えていたようだ。単なるミスでこれほど大胆に領空侵犯したとは考えにくい。あの機は旅客機だがパイロットだけは軍事命令を受けており、ソ連領の偵察のため危険を承知で侵入したのではないか？実際、007便のパイロット3人は全員が元軍人だったんだ。機長に至っては元韓国空軍の戦闘機パイロットだった。よってコックピットで任務についての会話があろうものなら乗客は何も知らないまま、アメリカや韓国によって冷戦のためあえて犠牲にさせられたということになる。そんな大スキャンダルが事実なら政権が転覆しかねない。ソ連が急いで捜索に乗り出したのは証拠となるボイスレコーダーを探し出したかったからだ。確かに、一直線に領空侵犯するあの飛行コースを見たら何か意図があると考えてもおかしくないわね。以降、9月1日はさらに日本の捜索艇8隻と航空機、アメリカ空軍の探索機が続々とやってきて捜索を始めた。なお、007便の所有国は韓国だ。韓国は日本とアメリカのみを捜索の協力国に認定。ソ連は表向き、別件の調査があるとの理由で勝手に来ている。明らかに機体を捜索してるのに？ふざけてるわね。公海上でお互い手出しできないからな。言い訳は何でもよかったんだ。その夜、アメリカ政府が記者会見を開催。007便の足取りや乗客の内訳を発表。コース逸脱の理由は調査中であるとした。また消息を絶った理由について、ソ連軍迎撃機パイロットのミサイル発射等の音声を傍受しておりソ連軍による撃墜で間違いないと発表した。自衛隊が傍受した更新内容はその日のうちにアメリカへ提供されていたのね。日本政府も悩んだようだがな。この公表は自衛隊のレーダー性能を明らかにしてしまうことに等しいからな。この公表でロシアも知らんぷりはできない。撃墜を認めた。ちゃんと栄光弾で威嚇射撃をした。国際緊急周波数で通信を試みた。それでも強制着陸指示に従わず逃走を試みたため、やむなく撃墜した。と言い訳していた。翌9月2日、アメリカ艦隊が到着。以降も続々と集まり5日間で10隻を超える。機関はミサイル巡洋艦ステレットだ。9月3日以降、韓国の捜索船4隻もやってきて捜索に合流した。一方ソ連側も漁船から軍艦まで大小様々な船が集まりソ連だけで最終の艦艇数は50隻を超えた。ソ連はモネロン島の北36キロの地点に絞って捜索していた。しかしそこが正しいとは限らない。対馬暖流でどんどん北に流されているだろうしな。以降、各国が意地になって捜索を続けたがほとんど成果は上がらなかった。生存者どころか遺体も全く見つからない。遺留物もわずかだ。日が経つにつれ浮遊物は減ってくると考えられる。ソ連は9月10日、アメリカは15日から海中探索に移行。多数の潜水艇やダイバーが投入された。かなり難航してるわね。9月23日、東京で日本人犠牲者に対する慰霊式が開催される。追悼文にはもちろんソ連を糾弾する内容が含まれていたがそれと同じほど大韓航空の責任を追及する内容を含んでいた。最大の責任は領空侵犯した大韓航空、あってはならない行為、安全運航に対する怠慢、といった厳しい言葉が並んでいた。大韓航空も加害者側の扱いがされていたのね。まあ気持ちはわかるわ。9月26日、ソ連から日本へ1回目となる物品の引き渡しを実施。ソ連は内心ブラックボックスを回収する気満々だが、表面上は捜索に協力する姿勢だ。日本が受け取ったのは機体の破片らしきもの、衣類など数十点。ソ連側もあまり捜索の成果は出ていないようだ。
状況が変わったのは10月20日。この日なんと、ソ連、海中で機体を発見。1ヶ月半もかかったけど、とうとう探し当てたのね。ソ連は大型漁業船を使ってトロール網で海底の漂流物を根こそぎ引っ張り上げ、網にかかった遺留物から墜落場所を推定し発見に至ったんだ。1週間後の10月27日には各国が血眼になって探していたブラックボックスもソ連によって回収された。ただ、ソ連は捜索の成功を一切黙っていたんだ。これ以降も日本やアメリカは捜索を続けることになる。もうブラックボックスのない海中でな。なんでソ連は発表しないわけ？ブラックボックスを公開してしまったら国際緊急周波数で更新しただの栄光弾で警告しただの007便が逃走を図っただのというソ連の嘘が明らかになる。また、ソ連がブラックボックスで007便コックピット内の会話を聞いたところ一般的な日常会話が交わされているだけだった。ブラックボックスは、この頃世間で噂になっていたアメリカが007便を偵察機として使ったという疑惑を完全に否定するものだったんだ。この疑惑は泳がせていた方がソ連には得だったんだ。そしてとうとう11月6日、無念の捜索終了が発表された。皮膚片や指などが沿岸に漂着するなどして回収されたが結局身元のわかる遺体はただの一体もなかった。機体の方も回収されたのはシートや金属片など、ごくわずか。捜索ははっきり言って失敗に終わった。12月20日にはソ連から日本へ2度目の遺留物の引き渡しがあった。ソ連は墜落した機体の本体を探し当ててるから、色々回収できたんじゃないの？いや、機体は見つからなかったことになっているからな。今回も金属片や衣類などわずかな遺留物が引き渡されただけだった。かなり後になって分かった話だが、ソ連は確かに機体内部を探索し遺体なども見たそうだ。しかしソ連の目的はブラックボックスのみ。遺体には目もくれず、引き上げは実施しなかったんだ。ご遺族の方、せめて遺体は引っ張り上げて弔いたいと思ってるはずよ。なんて冷酷なの。こうして捜索は終了し、謎だけが残った。香水逸脱はなぜ起こったのか。故意なのか過失なのか。それを解明し得るブラックボックスはなぜ見つからないのか。それは長年の間、謎だった。重要な点を謎としながらも遺族は戦った。大韓航空との長い保証交渉が始まったんだ。1983年12月、大韓航空から提示された保証額は一人当たり7万5000ドル、当時のレートで約1700万円だった。命を奪われて、たったの1700万円？これは乗客を死亡させたが航空会社に過失がない場合の基本賠償額だ。モントリオール協定で国際的に決まっていた。大韓航空は事件の責任を全面的にソ連に押し付けていた。1984年5月13日、会社と日本人遺族会との保証交渉。会社側は、明らかなミスが見つかっていない異常過失を認め賠償額を上げるのは不可能と言い張る。一方で遺族会は香水逸脱の事実をもとに責任を追及する。両者の主張は平行線で、3時間に及ぶ保証交渉は決裂で終わってしまった。1984年12月17日、遺族会が大韓航空を民事提訴。28人の慰謝料や逸失利益など総額27億5000万円を求めた。大韓航空は徹底して争う構えを見せた。この裁判は長引いた。大韓航空が戦略的に長引かせていたようだ。なぜ遺族がここまでの仕打ちを受けないといけないのよ。係争中の1989年、遺族が樺太島へ渡航。家族が亡くなった地をこの目で見たいと希望していた遺族の願いが事件から6年経って実現した。裁判が進展したのは1990年10月22日。遺族の多くがここで大韓航空の和解案に応じた。保証額は当初の提示額より700万円ほど上乗せされた。額に納得したというより、もう裁判に疲れ切っていた。和解案に納得せず審議の継続を選んだのはもう2家族だけだ。ここで世界情勢が一変する歴史的な出来事があった。1991年12月、ソ連が分裂、崩壊したんだ。ウクライナもこの時に誕生した。かつてのソ連の領土や財産、国家機能の多くはロシア連邦が引き継いだ。このロシアはかつてソビエト連邦時代に持っていた恐怖政治のイメージを一新し、国際社会に溶け込むためにあらゆることをした。その一つが1992年10月14日。なんとロシアは大韓航空機撃墜に関するあらゆる極秘文書、パイロットの音声記録などを開示したんだ。10年近く経ってここで事態が進展するなんて。翌1993年1月8日にはブラックボックスもロシアからイカオ、国際民間航空機関に返還された。このブラックボックスは利害関係がない第三国としてフランスに移送され解析が進められた。そこで判明したのがこの動画の通りの流れだ。
007便は自動操縦の切り替えミス、そして飛行中に経路を再確認しない重過失によってソ連を領空侵犯した。その原因までは不明だが、コックピット内の弛緩した空気から考えるとパイロットの怠慢である可能性が高いとされている。旧ソ連は旧ソ連で、国際ルールとして定められた領空侵犯機の対処方針を遵守せず、民間機の可能性を残したまま不明機を撃墜したことがこの時明らかになった。これでやっと解明されたわね。1993年9月1日、カラフト島で10回目の慰霊式が開催される。ロシアからの提案を受け遺族が参加した。なんとその会で、ソ連時代に引き渡しがされず秘密裏にソ連が埋め立てた回収品の発掘が行われた。ソ連時代を考えると本当にオープンな対応ね。ロシアは本気で過去の悪用を清算しようとしてたのね。とはいえ参加した日本人の遺族は6人だけだ。韓国側の遺族が16人と多かった。もう10年経ってるんですものね。参加しなかった遺族の方、もういい加減忘れたいって心境だったのかしら。遺族は基本的にロシアの態度を信用していない。このイベントも国際社会にアピールしたいだけのポーズに見えたんだ。何せこのロシア、聞こえが良いイベントは開く一方で謝罪や賠償、反省といった遺族が本当に望む対応は断固拒否なんだ。相変わらず、この慰霊式、遺族は遺品や遺骨が見つかるのを願ったが、そもそも当時遺体は回収されていない。回収品は機体部品が多く、遺族にとっては肩透かしだった。1997年7月16日、とうとう最後の2家族の裁判も決審した。5時間も降水逸脱に気づかなかった大韓航空の過失を認め4人の犠牲者の慰謝料として1億4000万円の支払いを命じた。事件から14年、長い戦いがやっと終わったのね。このような悲しい事件は二度と起こしてはならない。その思いのもと、様々な対策がなされた。一つは飛行中における飛行コースのチェック作業義務化だ。他にも日本、アメリカ、ロシア間の緊急連絡手段の確立、不明機に対する対処ルールの見直しなどが行われた。慰霊碑は北海道宗谷岬に建立された。今でも毎年慰霊式が開催され、犠牲者の鎮魂と空の安全に対しての祈りが捧げられている。もう二度とこんな悲しい事件が起こりませんように。以上、今回は269名が犠牲になってしまった大韓航空機撃墜事件について解説させてもらったぜ。少し長くなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。これからも、風化させてはならない大事件、大事故をどんどん紹介していきたいと思うぜ。応援してくれよな。また見てね。